今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。はい。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ出発いたします。お願いします。よろしくお願いしお願まいします。す。姫路城初めて。初めて。ありがとうございます。完全に姫路が初めてなんで、はいはいはい今日は完全にガイドをお任せする感じで。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい姫路城の。はい。あ、そうですね、姫路城。はい、今から東西南北で見え方が全く変わりますんで、それをちょっと映しながら行くといいと思います。ありがとうございます。すごい白いですね、このお城。そうですね。ちょっとその話もしながら行きますので。わかりました。雰囲気ありますね。はい、あ、雰囲気あります。今日天気良くて良かったですね。本当ですね。結構ゲリラ豪雨が来る時が多いんで。そうですね。なんか浅草以外でアリサさんの人生のなんか不思議な気分ですね。あ、私も確かに不思議な気分がですね。確かに浅草でいつも聞いてます。あ、行ってきます。そう天ヶ瀬ああいう感じで姫路城前にそうありまして、姫路城の真ん前ですね、本当に。そう真ん前でねやってます。アリサさんはどういうタイミングでこの姫路に来るんでしたっけ？はい、何ですか？どういうタイミングでこの姫路に来るんでしたっけ？あ、私がですね、人力車の研修時代に、まあ4ヶ月ぐらい研修をやってたんですね。で、1ヶ月浅草で引いてたら、浅草で研修中に人力車を壊してしまって、あ、そうなんですか。そうで、浅草店の方がお手上げになっちゃって、で、浅草店誰も教えられないと。で、その時、兵庫の方に社長がいて、で、社長が姫路に来るんだったら教えてやると言われて、それで姫路に来て、大学4年生の夏に、この8月1ヶ月引きまして、あ、そうなんですね。で、浅草戻って、浅草で3ヶ月、姫路で1ヶ月、4ヶ月で弾けるようになりました。あ、そうなんですね。で、毎年、この8月は夏休み期間でラジオが、ラジオの仕事がお休みなんですね。はい、もう一つの仕事のラジオが私が夏休みで、で、その期間に姫路に来てます。あ、なるほど。じゃあ8月の終わりぐらいに姫路に来たらアリサさんがいらっしゃる可能性がある。あ、そうです。8月の終わりだったら、毎年いつも行ってますんで。わかりました。その情報はアリサさんのツイッターとかインスタグラムで確認できるんですね。そうですね。日にちとかも、いつも毎日ラジオでも告知してますので。なんで来年ちょっと皆さんその情報をチェックしてぜひぜひ、乗りに来てみてください。チェックしてください。嬉しいです。ありがとうございます。そう、姫路はですね、実は今年が特別な週なんですよ。週？そう。なんでかっていうと世界文化遺産登録30周年です。あ、そうなんですか。そう、記念すべき30年の時に今ね YouTube 撮影してますけど、世界文化遺産平成5年になりました。平成5年になる、姫路城が奈良の法隆寺とともに世界文化遺産に登録されました。そうですか。30周年。白鷺が羽を広げたようなね、美しい形に似ていることから、別名白鷺城とも言われております。白鷺ね、日本の例よく見られる白い鳥ですね。そうです。なるほどなるほど。あ、そうなの。確かにさっきすごい白かったですもんね。そうですね。実はあれ、白いんですけど、太陽に光るとキラキラ光ってるんですよ。なんで光るかわかります？なんで光るんだろう。ただこういうなんか白い漆喰っていう、あれですね。じゃないですけど、こういう建物には白い漆喰って言って、漆喰を塗るんですけど、その漆喰に
貝殻が混ぜられてるんですよ。あ、貝殻が混ざってるんですね。はい。へで貝殻が混ざってるから、はい。太陽の光に浴びるとキラキラ光ります。ああ、そうなんだ。あ、なんか素敵ですね。あ、見てください。ここからもね。あ、ここからよく見えますね。太陽に光ると、太陽のね、光を浴びるとキラキラ光ります。うんうん。この白いお城っていうのは結構珍しいですよね。はい、白いお城はあんまり日本でもねないですよね。そうですね。はい、結構珍しくて、うん、はい。そうなかなかねないんですけど、実は、はい、姫路城って、はい、ずっと倒れてないですよ。あ、そうなんですか。はい。400年ぐらい。400年ぐらい。震災とか、はいはい、空襲でも倒れてないんですよ。珍しいですね。それがねすごくて。あ、だから文化遺産になってるんですかね。だから世界文化遺産にも登録されております。ああ、そうなんですね。あ、ここはなんかお堀みたいな。はい、お堀でございます。お堀なんですね、これ。今からね、お堀に沿っていくんですけど。はい。実はですね、姫路には、はい、内堀、中堀、うん、外堀と3種類あります。ああ、そうなんですね。はい。ちょっとここは浅めのお堀ですかね。そうですね。はい、で、実は外堀が、はい、姫路駅近くにあるんですよ。あ、駅の近くにあるんですか。で、これが中堀で。あ、そういうことは、はい、昔は。はい、かなりこのお城の面積って広かった、ね。あ、そう、よく気づきましたね。そうなんですよ。はい、内堀、中堀、外堀とね、はい、3段階に分かれてまして。そうなんだ。あ、駅の方まであったんですね。はい。あ、そうなんだ。あ、なんか面白いですね。本当だ。なんか堀が街の中にこうずっと続いてる感じで。はい、あ、そうです。こちらがですね。はい。はい、そう、ここが堀でして、で、はい、石垣ご覧ください。石垣。ちょっと注目すると、はい、こちらが野面積みって言いまして、野面積み。ただ単に石を積み上げただけの野面積みになります。あ、そうなんだ。はい。で、自然な石を加工せずにこう積み上げただけなんで、耐震性とか吸震性にも、はい、はい、よくてですね、ただ敵がちょっと侵入しやすいっていうデメリットはあるんですけども、そうなんですね。次に今度向こう側を渡るとですね、はい、ちょっと野面積みとは違う積み上げ方に石垣がなっておりますので。確かになんかお城のこの石のこの積んであるやつって、はい、もっとこうなんですかね、綺麗になんかこうピタってはめられてるイメージが、はいはい、ですよね。はい、ありますよね。あ、魚がいる。お、これ、はい、あ、よく言ってくれました。はい、こちらですね。恋と思いきや、はい、草魚っていう外来種です。あ、外来種なんですね。はい、あんまり確か見たことないですね。このそうなんです。いっぱいいますね。アリサさんは、はい、この姫路に来ると、はい、なんか何日間ぐらい走られるんですか。大体ですね、1週間ぐらいです。1週間ぐらいか。いつもそう期間が本当にそのラジオの夏休みが1週間ぐらいなんで、はい、その1週間の貴重な休みを使って、ちょっとね姫路の方に出張に来ております。有田さんってなんですかね、はい、浅草でも全くお休みないじゃないですか。あ、そうですね。あんまり、そうラジオか人力車やってますね。なんかラジオの休みだともう貴重なお休みになるわけじゃないですか。はいはいはい。でもこっち来ちゃうんですね。そうですね。まあなんか、はい、自分にとっては旅してる感じですけどね、姫路がいつもと違う感じで。すごいな。もうあれですよね。365日本当働いてらっしゃる感じですね。いやいや。すごいですね。なんかでも常になんか動いてたい感じですね。逆に動いてないとなんか、はい、ちょっと疲れちゃうみたいな。あ、そうなんですか。なんかそれがルーティーンになっちゃってるみたいな。すごいな。じゃーん。こちら、はい、見ていただきますと、はい、
右にあって左にないものがあります。さあ何でしょう皆さん。右にあって左にないものです。電柱ですか？はい。あ、すごい正解です。当たっちゃった。ごめんなさい。そうなんです。城がね綺麗に見られるようにね、あえてこちらには電柱がなくて、さっき野面積みって言いましたけど、左が打ち込みはぎです。これはなんかよく見る感じの。はい、自然な石をですね、加工して、で積み上げたものでして、はい。そうだからさっきのは、まあ、戦国時代あたりで野面積みただ詰めたと、で時代とともに江戸時代になると今度加工してこう石をコンコンコンってやって、なるほど。で自然な石からこう加工したやつで作った隙間が全然ないっていうね、打ち込みはぎ。技術の進歩みたいな感じですかね。そうですね。時代とともにちょっと石垣も変わってきたと。で宮長門、はい、ご覧ください。実はですね姫路城の城主って、何人も変わってるんですね。ああ、そうなんですね。そう、何人も変わってまして、で一人豊臣秀吉が、はいね、豊臣秀吉の時に、実はですね、豊臣秀吉の敵は、中国地方の陣いる毛利軍っていう、毛利軍ね。そう、あっち側だったんですよね、西側。こっち今東なんですけど、西側から攻めてきたんで、まあ姫路城のさっきのところのね、もう今の門のところだと、まあすごい攻めやすいってことで、反対の東側で宮長門がこっちだったって言われてます。昔の旧正門。正門なんですね。そう正門です。こっちからこっちが正門にすることによって毛利軍が攻めてきた時に敵が侵入しにくいようにもねなってます。なるほど。すごいですね。ってことはやっぱこの辺はお城の敷地の中っていう感じだったんですね。そうですね。やっぱりお城の敷地内で。そっかそっか。すごいですね。結構姫路城の天守閣っていうんですかね、天守閣。お城の本体のところ、あれだいぶ大きいですよね。そうですね。後でぜひ登ってみてください。姫路城来たら、姫路城登る前に、あそこ登るのをゴールにして、先に人力車で周りとか回って、でその後、登っての方が、なんか登った後って周りが見られないし、説明をよく聞いてからの方が登った後感動するんで。なるほどね。夕方ぐらいまで、まあ今とかだと5時ぐらい最終入場だったりするんで。そうですか。4時とかの時もありますけど、夕方までやってるので基本。いいですね。でライトアップもされるんですよ。そうなんですか。夜実は姫路城ライトアップされてて、0時になったら消えちゃうんですけど、夜ちょっと見るとね、ライトアップされてるんで、結構すごいですよ。スカイツリーみたいな感じで、浅草のスカイツリーみたいな。じゃあぜひ皆さん人力車にまず乗って、このお城のことをいろいろ聞いて、でお城登ってみてください。はい、ぜひぜひ皆さん登ってみてください。後で登るんですか？今日登ろうと思ってます。ぜひ登ってみてください。ありがとうございます。あとはね、男山っていう山、人力車の姫路の人力車の違うところは浅草と、山があるんですよ。私も昨日ちょっとご案内したんですけど、この近くに男山って言って、山登ると姫路城がすっごい綺麗に見られる。もう絶対 YouTube 撮影で絶対いいところで、歩いても行けるんで、後でぜひそこはね、そうですね。歩いて行って登って、今日天気いいんで見ると、もう雲がバーッとあって瀬戸内海も見えるぐらいの、すっごい姫路が全体見渡せます。すごい。そこはあれですか？有田さんは人力車引いて登るんですか？人力車引いて人力車の降りて階段登ってご案内しましたね。昨日階段で登れるんですね。そうですそうです。なるほど。人力車だとだいたい1時間半ぐらいからねご案内しておりますね。男山に行けるんですか？男山1時間半ぐらいだと。なるほど。結構感動しましたよ。昨日お客さんもそう最初山みたいな感じだったんですけど、登ったらすっごい絶景で。特に夕方の時間とかも涼しいから、すっごい見渡しが綺麗で。山とか行くと結構涼しいですよね。そうですね。そうなんですよね。なんか浅草と違うところは道がすごいまっすぐですね。
あ、そうですね、道がまっすぐですね、確かに。あと、そうですよね、浅草の方が結構交通量多いですね。交通量多いですよね。あとやっぱ緑が多いですね。あ、そうですね、緑多くて。姫路って、はい。なんか食べ物とかって、はい。何がこう有名だったりするんですかね。それよく聞かれるんですけど、はい、個人的に、はい、個人的に好きなのは、はい、アーモンドトーストね。アーモンドトースト喫茶店とかで食べられる感じですか。あ、そう、喫茶店とかで、はい、アーモンドトーストとかあるんですけど、あ、そうなんですね。アーモンドが上に乗ってて、はい、トーストなんですけど、はい、その名の通り。ここは博物館があるんですね。そうなんですよ。で、左側ね、これ美術館なんですよ。こっちが美術館。そう、美術館なんですけど、はい、赤レンガ倉庫になってます、建物。なんかおしゃれですね。実はですね、陸軍の火薬庫。あ、そうなんですか。そう、昔陸軍の火薬庫だったと言われておる場所です。今じゃないですよ、今は美術館です。はい、もちろんね、今は美術館です。そうなんだ。面白いですね。あと姫路はですね、結構夏もいいんですけど、はい、春と秋も有名で、春と秋。はい、春は桜が綺麗。あ、ここ桜綺麗なんですね。桜が綺麗。で、秋は紅葉が綺麗。あ、そうですか。なるほどなるほど。まあ山とかが周りにあるんであれば確かになんか四季折々の花とか。そうなんですよ。桜の時期はもう特に姫路城の周りに桜が咲いてるんですよ。あ、そうなんですね。桜咲いてて、そこに姫路城がどんと立ってるので、それはなんかすごそうですね。すごいですよ。景色がすごい。結構多分行くと感動すると思います。すごい緑の道でなんかいいですね。ちょっと癒されますね。あ、ここら辺。はい、この感じ。そうですね。ここら辺もなんか春夏秋冬を楽しめるのが姫路だったりはします。やっぱ東京に僕住んでるんで、やっぱビールばっかりじゃないですか。はいはいはい。なんかこういうとこ来るとすごくこう落ち着くというかいいですよね。なんか匂いがいいというか、木とか土の匂いがしていいですよね。姫路城って、そう結構お城だけと思って来る方多いんですよ。でも実はすごい周りにいろいろ有名なパワースポットとかあったりとか、こう姫路城の周りをね楽しめて、実はこれ今裏側なんですけど、さっき言った姫路城って前から見てて山がなかったと思うんですけど、実はここですね。そうこうやって原生林で木が立ってて、その上に石垣があって姫路城があってっていうので、ちょっとこっちから見るとねまたちょっと違います。かっこいいですね、こっちから見ると。いいですよね。すごい。有田さんは姫路城行ったことあります？姫路城あります。姫路城登りました。それこそ去年登りましたね。あ、そうなんですね。姫路城ってどこまで登れる感じなんですか？あ、もう大天守閣まで登れるんですけど、実は登るのに1時間半とか、それぐらい全部行くのに広いんですよ。1時間半から2時間ぐらい所要時間作った方がいいですよね。あ、そうなんですね。結構30分ぐらいと思われがちなんですが、ここはね写真スポットです。あ、ここ写真スポット。ああ、いいですね。ここでね撮れます。皆さんここに来てぜひ写真撮ってください。はい、ぜひぜひ。ああ、そんなに広いんだ。そう、結構1時間半から2時間ぐらいかかります、実は。で、結構廊下とかあったりとか、古天守って言われてね、小さい天守閣もあるんで、そういうの全部見ると1時間半から2時間ぐらいで回りますね。建物もじゃあ入れる感じなんですか？そう、ここの建物も全部入れて、中に動物園とかもあります。このなんですか、石垣の上に動物園あるんですか？あ、いや、さっき入った正門のところ、正門のところに一番最初正門のところ入ったところすぐに動物園とかもあったりしますよ。そうなんですか。そうで、今年は本当に世界文化遺産登録30周年ということで、結構ね中盛り上がってるみたいで。すごいですね。あんまりなんかお城の敷地の中に動物園があるっていうのはあんまり聞いたことないんですけど。そうですよね。動物園あったりとかしますし、あと注目してほしいのが、
屋根の瓦ですね。瓦？そう、屋根の瓦の先端の部分に、はい、実は後で登ると、はい、説明書いてあるんですが、はい。なんかいろいろマークが瓦の先に書いてあるんですね。ああ、なんか果物のマークとか。果物とか。はい。そうなんだ。なんかよくあるのは、お城の君主の家紋とかが入ってるみたいな。そうそう、そういうのもあったりとか、いろいろマークがありまして。そうですか。ただですね、北東の位置は、実は桃のマークが刻まれてます。はいはい。なんでかわかります？これなんか分かったら多分、はい、多分めちゃくちゃ天才ですね。分かったら IQ120 ぐらいじゃないですか。いや、分かんないな。分かんないです。そう、北東の位置と、はい、南西の位置に、風水とか、なんですか？風水。風水、はい。風水で、はい、実はあんまり良くない運が入ってくるところがあるんですよ。それが北東で、鬼門って言って、鬼の門って書いて。鬼門で、悪い運が入ってきて。で、逆に南西は裏鬼門って言って、そこもあんまり良くないですよね。そうなんですね。で、そこの良くない部分に入ってくるのは、鬼の門ってことで、鬼を倒すのは桃太郎か。そう、桃太郎なんで、桃のマークが入っております。ちょっとこれも海外の皆さんにはちょっと馴染みないかもしれないですけど。そう、馴染みないかもしれませんが、実はだから後で登ると、その瓦の話とかも多分載っているので、見ると桃のマークが北東の位置にはありますよみたいなね、説明も載ってますので、ぜひそれも注目するといいと思います。はい。あれですよね。桃太郎っていうのは、鬼を倒す、なんですかね、侍じゃないけど、刀を使って鬼を倒す。そう、鬼がいて、悪い鬼がいて。で、日本にはそういうね、有名な話があるんですよね。そう、動物を、そうですね。連れて、倒すっていうね、のが桃太郎なんですけども。さっき400年姫路城倒れなかった言われてます。400年姫路城倒れなかったって、でも1945年7月3日姫路大空襲ってここ焼け野原になってるんですよ。そうなんですね。だけど姫路城だけ残ってるんですよ、奇跡的に。こんなに目立つ建物なのに、攻撃受けなかったんですね。そう、不思議じゃないですか。不思議ですね。なんでだろうってね、ちょっとね、みんなさん思ってるんですけど、いろいろ諸説があって、それには。第二次世界大戦で、アメリカの指揮官であるマッカーサーがあえて、あえて姫路城には爆弾を落とさなかったっていう説が一つ。あともう一つは、姫路城の、白いじゃないですか。目立ちますよね、飛行機からいたら絶対。目立ちますね。だけど何色だったら目立たないと思います？なんか黒とか。そう、黒とか。戦争中って大体家のカーテン黒にして、そうカーテン閉めてるみたいな感じですよね。そうですよね。姫路城の市民の人たちが姫路城を守りたいから、黒い布で姫路城を覆ったみたいな。そうなんですか。そうっていうのを2説がありまして。説があるんですね。そう、2説ありますね。その2説で、そのどっちかじゃないかってね言われてるんですよ。そうなんだ。実は。初めて聞きました。そうなんですね。そう、それがあるからこそ、姫路城は焼けなかったんじゃないかと、400年残ったんじゃないかと言われております。で、ただ1個だけ調べたら爆弾落ちてたんですよ。そうなんですか。そう、ただ不発って言ってたまたま爆弾爆発しなくて、それが長壁神社っていう姫路の大天守閣にある神社、後で見てみたから神社の前に落ちました。じゃあ天守閣に爆弾自体は落ちてたんですね。そう、落ちてたんですけど、長壁神社の前に落ちたから不発しなかったって、長壁神社最強って言われてます。確かに運がいいですね。これ右行くと男山ね。そうですね。後でぜひ行ってみてください。男山。男山、ああいう感じで山なんですよ。山の上に、そうもう
ものを登って、あ、なんか神社みたいなものがありますあります。ね、上にちょっと見えてる。千姫天満宮。千姫天満宮、あ、天満宮あるんですね。天満宮にあと男山八幡宮って2つあります。そうなんですね。男山八幡宮は、はい、姫路のはい、鎮守主って言って、はい、おお、そうですね。姫路ができる時はいに姫路の守り神として建てられました。そうなんですね。っていうのがまず男山にあります。っていうのと、はい、もう一個姫路城の、はい、千姫様、これ絶対関西の人は、はい、結構好きなお姫様なんですが、はい、千姫様、大河ドラマとかでよく出るはい、お姫様がいるんですね。はい、はい、で結構かわいそうな人生を送ったお姫様なんですよ。はい。後でちょっと千姫の小道っていうところもね、はい、通るんですが、ありがとうございます。千姫様知ってます？あ、名前しか知らなくて、はい、はい、どういう方なのかってあまり詳しくないです。実はですね、はい、千姫様、はい、1600年って何の戦いがあった年かわかりますか？1600年って江戸時代ですよね。はい、江戸時代に。なんだろう。関ヶ原とか？あ、正解です。当たった、よかった。はい、関ヶ原の戦いがありました。はい、関ヶ原の戦いは、はい、じゃあ誰対誰かわかります？関ヶ原って徳川と、はい、違う？あ、正解です。徳川と豊臣？あ、正解だと思う。徳川家康対、はい、そう豊臣家の、石田三成が戦った戦いですね。はいはい、で徳川家が勝利します。はい、1600年に、はい、徳川天下取ったぞと、はい、ね、もう大喜びです。はいはい、だから1600年以降は徳川家の時代だって言われてたはずが、10年ぐらい経つと、はい、1614年15年、はい、噂をね聞くんですね。大阪から、豊臣家がまだ残ってると。もう完全に滅ぼさない限り、はい、ね、徳川の座が奪われるかもしれない。ああ、そうなんですね。で、徳川家は兵を出します。もう豊臣家を、大阪に残ってる豊臣家を一気に滅ぼそうと。ああ、そうなんですね。それが1614年15年の大阪冬の陣、大阪夏の陣、冬が先で。聞いたことありますね。はい。千姫様はね、なんでかわいそうなのって言われたら、徳川家康の孫なんですよ、お孫さん。そうなんですね。で、なおかつ豊臣家の2代目秀頼の奥さんなんですよ。ってことは、徳川と豊臣の間に挟まれてる。しかも、そうなんです。で、そう。で、だから、しかもその徳川と豊臣家が戦ったら、こちらごめんなさい、その前にちょっと西の方です。西の姫路城。西の姫路城。はい、こんな感じです。ありがとうございます。で、徳川と豊臣家が戦ったら、完全に間に挟まれるじゃないですか。自分のね、おじいちゃんである家康を応援するか、旦那である秀頼を応援するか、確かにどっちを応援しようと、間に挟まれます。でも勝ったのはやっぱり勢いがあった徳川家。そうなんですね。徳川家が勝って、豊臣の側が全部完全に滅ぼされます。そうなんだ。で、秀頼は自害、旦那さんが亡くなっちゃうんです。そういうね、残酷なちょっと時代ですよね。そうなんです。で、まあね、千姫様が旦那さんを失ってしまい、ただおじいちゃんは生きてたっていうね、複雑な思いのまま、姫路の今度藩主の再婚できます。次、それが本田忠時。そうなんですね。で、再婚できたんですね。イケメンと言われてたそうです、当時。そうなんですね。すごいハンサムな方らしくて、でその方と再婚して、で姫路に千姫様も来ました。そうなんですね。でね、お城で千姫様もね過ごしてたことがあるんですけど、その千姫様が、本田忠時のね、本田家の繁栄と、あと本田家と自分の夫婦仲を祈って、さっきの男山に千姫天満宮を作りました。ぜひ後で千姫天満宮結構行くと感動するんで見てみてください。で、後でこう左曲がったら千姫様がよく歩いてた、お城ってあんまり城に住んでるとね、外まで行けないんですよ。行ける範囲が限られてて、やっぱり敵に狙われちゃうから行ける範囲が限られてて、
千姫の小道って言って、千姫様が散歩できた場所があって、そこ後で通ります。ありがとうございます。なんかそう、昔のお殿様のお嫁さんとかお子さんっていうのはもうなんかこう一個建物があって、その中にもずっと閉じ込められてるみたいな感じだったみたいですね。そうですね。すごいかくまって、そうかくまられてたそうで、ただその千姫様は再婚するんですけど、実はその後は続きがあって、旦那さんすぐ亡くなっちゃうんですよ。あ、そうですか。そう、旦那さんも病気がちで、自害したわけ病気がちで、で子供がいたんですけど、その子供も一人で亡くなっちゃいます。病気がちで。で、その後江戸にいた徳川家の家光に引き取られて、家光に引き取られて姫路から離れるっていうストーリーなんですけど、千姫様はね結構ちょっとこう複雑な結構ストーリーなんで、よく大河ドラマとかでもやっぱり使われて。大阪夏の陣冬の陣は結構関西に欠かせない、歴史好きには欠かせない話だと思います。なるほどね。姫路って、外国人の観光客って浅草と比べてどうですか？でも昨日、姫路前にいたら、結構海外の方多かったね。多かったですか？去年より増えましたね。去年より増えました。そうなんですね。姫路って新幹線も止まるから、結構来やすいですよね。姫路はそうです。東京から1本でも来られますしね。東京から来られるし、3時間くっきりで日帰りでも来れますよ。そう。あと大阪からもね、新幹線使えば30分ぐらいなんで、そう近いですよね。そう、とても来やすい場所ですね。そう、私も姫路来て、人力車やってから姫路初めて来ましたけど、3時間でこれで夜行バスだともっと安いんですよ。夜行バス1日かかるけど、最短だと本当3000円とかそれぐらいで来れるとこもあるんで。そうですよね。そう。こちらが千姫様の小道です。こういう感じの道なんだ。こんな感じで、すごい。お城の前をね、ちょっとだから掘り見ながら歩いてたそうです。なんか昔ここに千姫様歩いてたんだなと思うとちょっと風情ありますよね。そうですね。これは一般の人も歩ける。ここです。歩けます。千姫の小道。本当だ、書いてある。でも本当に姫路城の城址はいろいろ変わってまして、でだからその分本当にいろいろな姫路城だけでも伝説だったり、いろんな話があります。例えば豊臣秀吉だったら、豊臣秀吉がポジティブ思考っていうのがよく聞きますね。豊臣秀吉ってなんだろう、階級が低いところからのし上がった方なんですよね。そうです。でも豊臣秀吉って、姫路にいた時に、ある夢を見るんですね。夢？そう、夢。なんか大阪の方に兵を出す時に、ある夢を見まして、豊臣秀吉が。で、ある僧が出てくるんですね。で、もしあなたが姫路城を出たら、そして戦に行ったら、もう二度と姫路城に戻ってくることができないでしょうみたいな。そうなんですね。そう夢を見たことがあって、そう言われると、じゃあ自分死ぬから姫路城戻ってこれないのかなって思うじゃないですか。確かに。でも、豊臣秀吉は、いや自分は戦に勝って、姫路から大阪に移る、大阪城に移るから、出世できるから、きっとそういう夢を見たんだって言って、出かけたら本当に戦に勝ったっていう説もあります。そういう説もあります。あとここは幸湖園って言いまして、左側、もう姫路城のね隣にありましてね、なんかすごい庭園が綺麗で竹が見えますね、たくさん。そうです。なんかすごいちょっと京都っぽい感じの風情がある感じの。ここ入れるんですか？入れます。へなんか入ることもできますね、ぜひ。そうなんですね。ちょっと綺麗にすごい庭園になってますね。
ぐるーっと一周しましたね。しました。今度は右曲がって、ちょっと姫路の城下町を最後見て戻りますので。ありがとうございます。すごい、でもやっぱ姫路城のこの天守閣の周りだけですけど、すごい広いですね。そうですね。周りだけでも結構。綺麗ですね、この石垣が。石垣ありますよね。そう、これは豊臣秀吉が作った石垣なので。あ、そうなんですか。はい、さっき話してた秀吉が作りました。あとで城下町ですごい姫路が綺麗に見られる場所があるので、そこでちょっと姫路の歴史もね、話したいと思いますので。ありがとうございます。その右に見える、昔の建物っぽい建物は、お土産屋さんとかですか？あ、そうです。ここが姫路城の前でお土産とか、あとはご飯お食事どころとか、そうなんですね。さっき言ってる人力車が置いてあるとこ、千姫様っていうお土産屋さんなんですけど、とかもありまして。なんかお土産で、なんか定番のものとかって言ったら何でしょう？お土産で定番のものだったら、そうですね。結構いろいろあるんですけど、そうだ、竹内商店さんって言って姫路城の前にあるんですけど、白丸姫っていう姫路城のキャラクターがすごいありますので、このキャラクターがいるんですね。そうです、お城のキャラクターがいて、そのお城のキャラクターのマスコットとかそういう人気ですね。そうなんですね。御社の人力車って、この時期はだいたい朝何時から夜何時ぐらいまで走ってるんですか？だいたい姫路城が閉まるのが本当5時ぐらいなんで、すごい浅草だと結構夜とかも人いるじゃないですか。人いますね。姫路城とかだと逆にお城閉まっちゃったら、そんなに観光客の方が減ってくるの、夕方は。朝の10時ぐらいから、本当お城の閉まる時間と一緒、5時ぐらいとか。6時ぐらい、最後お城から帰ってきた方もいるんで6時ぐらいまでとかやってます。わかりました。明るい時間にじゃあ、そうです。ぜひ明るい時間に来てくだされば。ここからもよく。そうなんです。ちょっと後で今見られる場所に今移動します。ありがとうございます。どうですか、初めての姫路城人力車。すごいいいですね。またちょっと浅草とはまた違った感じですよね。あとなんか高い建物があんまりこの辺りないので、姫路城の高さがすごくこう際立ってるというか。すごいですね。一個だけやっぱ突き抜けてる建物ですもんね。そう、じゃーん。すごい。姫路城がすっごい綺麗に見られるね。綺麗ですね。ここはちょっとね、姫路城ね、本当雲の下に真下にある感じの姫路城なんですけども、運が良ければね、あそこの上に本当に雲があって、雲の下に姫路城がある感じで見られる時もあります。姫路城の歴史話しますと、姫路城は平成5年に奈良の法隆寺とともに世界文化遺産に登録されました。で皆さんができてる姫路城はまず最初は姫路城の赤松貞則、1346年室町時代赤松貞則っていうね方がですね、ここにちょっと山に城じゃないけどなんか建物っぽいのを建てます。そうなんですね。そこが始まりです。姫路城の始まりと言われてます。でその後に黒田官兵衛のおじいちゃんの黒田重隆がちょっとなんか建物っぽいのから城って言われるぐらいの高さに改築します。そうなんだ。でその後に豊臣秀吉が石垣を作ります。そうなんですね。そうでその後、1600年関ヶ原の戦いで、ちょっと徳川家側だった池田輝政が9年かけて今の姫路城の形にしたって言われてます。なんかちょっとずつじゃあの形になっていったんですね。そうです。もう室町時代からちょっとずつ城主も変わるし、あとはそういう建物も変わるしって言っていろんな人の手が加わって
作られたって言われてるのがこの姫路城でございます。面白いですね。で太陽の位置に光る太陽が光るとキラキラ光る部分がありまして、はい、でそれは白漆喰って漆喰に白い貝殻を混ぜてるんですね、はいはい、だから太陽の光に浴びると、キラキラ光る部分がありまして、それが姫路城の白漆喰って言われるのでして、で古天守、左側は古天守、で大天守閣って言われてます。どっちもぜひね登れますので、後でぜひ行ってみて、その前に、石垣の前にあるのが、姫路城のその動物園とかね、そういうのもあったりしますし、ちょっと姫路城の周りがね結構盛り上がってる、姫路城中心に。ここからはちょっと見えない。ここからがですねちょっと見えないんですけど、ここはもう普通の住宅街って感じですね。住宅街ですね、ここら辺は城下町って言われるところで、姫路を中心とした城下町で、昔はですね、戦前はメインストリートがここだったって言われて、ここだったんですね。はい、今はあっちですけども、そっかそっか。建物ね、本当古い建物がいっぱい。そうですね。城下町は、結構昔ながらのお店とか、たださっきみたいに道がくねくねしてたりとか、ちょっと昔ながらの、名残が残ってるんです。そうなんですね。ここからだとね姫路城がすごい。ここはそうですね、姫路城すごいよく見えますね。綺麗に見られます。すごい天気が晴れて、すごいいい景色ですね今。いい感じですよね。駅からも本当ドーンと見えるんで。そうなんですよね。駅から本当に姫路城ってまっすぐね、一本道で来れるんで。昔はもう本当にここが結構民家とかで。そうですか。なるほどね。いや、すごい楽しかったです。ありがとうございます。あとはごめんなさい、浅草といえば浅草シルクプリンなんですけど、姫路といえば最近ちょっと注目されてるのが白プリンっていうプリンらしくて。これはあれですか、姫路城の白い姫路城と白い姫路城とプリンを混ぜて、両方の意味を混ぜて白プリンらしいです。でここがねお茶の抹茶屋さん、そう浅草抹茶有名ですけど、抹茶のお店が有名なのと、ちょっと最後お店紹介すると、左側にこういう感じでかき氷屋さんとかお弁当屋さんとかね、ここがもう本当に特徴で、姫路城の前にこういう感じですぐ食べられる場所とかお店があるのが、ちょっと浅草でいうね仲見世っぽくて確かにいいなみたいな。日本っぽい食事ができますね。そうですね。なんでぜひ、もし姫路にまた来たかったら、ぜひまたそうですね、来月、有瀬さんの人力車に乗りたかったら、来年の8月ぐらいっていうのが多分目安になるんですけど、天下茶屋さんね、他にもそうです、姫路にはたくさん車夫いますので、姫車夫も募集してまして、姫車夫っていうだけにちょっとね女の子も入ってほしいんですけど、姫路には今ちょっと女の子いないので、ちょっと前までねいましたよね。そうちょっと卒業しちゃって、大学生だったり、姫路城ならではの姫車夫みたいなね、いたらね面白いじゃないですか。そうですね。あとあれですよね、海外の方とかでも車夫さん全然なれますよね。なれます。なれます。日本語大丈夫だったら。日本語大丈夫だったらなれると思うんで、ぜひぜひお待ちしております。ご興味ある方はぜひ。じゃあ、ここが終点になりますんで。ありがとうございます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 。ありがとうございました。最後姫路を映していただいて、ありがとうございました。関森担当しました。ありがとうございました。ありがとうございました。
すみません。じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ浅草で、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ浅草でお待ちしております。夏はいつも姫路もいるんで、ぜひ姫路でお待ちしております。じゃあこれで失礼します。はい、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。